ゆっくりレ夢ムです。ピースの角度は180度。じゃあマリサマリサ、急にどうしてあんな無茶したの？やっぱり人気 YouTuber にはお決まりの挨拶があるだろ？そうね、ヒカキンさんのオープニングとか印象に残るものね。だから今回はウプ主が大好きなゆきりぬさんの挨拶を真似してみたんだけど、そのままモノマネするのはマナー違反だから、指を180度に曲げてみたんだぜ。何言ってたこいつ。だから視聴者には申し訳ないんだが、今日はこのままの状態で行くぜ。本当に申し訳ないわね。ちなみに今日は何について解説してくれるの？今日はラインアウトについて解説していくぜ。ああ、最初の動画で後で解説すると言ってたことね。でもラインアウトって他のスポーツとかでもあるし、別にわざわざ解説しなくてもいいんじゃない？確かにラインアウト自体はメジャーなルールだが、カバディではちょっとルールが複雑になるんだぜ。そうなの？なんかあんまり解説の必要性を感じないけど。そこまで言うなら勝負するか、レ夢ム？いいわよマリサ。じゃあクイズ形式で対決だ。題して、あなたはカバディ歴3ヶ月より賢いの？パクリ全開じゃねえか。大丈夫だ。日テレもこんなマイナーなチャンネルまでチェックする暇はないはずなんだぜ。まあ以前にもドラえもんのパロディ動画作ってるしね。というわけで早速第1問だぜレ夢ム。これはストラグル前のコートなんだが、それぞれレイドとアンティがラインを越えた場合、ラインアウトになるのはどっちだ？これは簡単ね。どっちも線を越えているからどちらもラインアウトよ。正解だ。今舌打ちしなかった？いやそれは気のせいだぜレ夢ム。なんかどっちだというあたり誘導されているように感じたんだけど。それでは第2問だぜ。おいこら。さっきは明らかにラインを越えていたが、この場合はどっちだと思う？なるほど、ライン上の場合ね。これは微妙だけど、ライン上はコート内として扱う場合が多いから、ラインアウトにはならないんじゃない？残念、不正解だぜ。カバディではライン上もアウトなの？いや、そこはレ夢ムの言う通りカバディもライン上はセーフなんだが、問題の画像をよーく見てほしいんだぜ。やり方がせこすぎんだろ。何を言っているんだレ夢ム？私はちゃんと画像を見せていたじゃないか。ぐぬぬ。まあ腑に落ちないけどいいわ。次の問題に行きましょう。次で最終問題なんだぜ。今度はストラグル後の場合になるんだが、この場合はラインアウトになると思うか？これは最初の問題と同じで明らかにはみ出しているし、特に引っ掛けもなさそうね。どちらもラインアウトね。Final answer? ファイナルアンサー。不正解だぜ。なんでさ。正解はレイド側だけがアウトで、アンティ側はセーフなんだぜ。レイドとアンティでラインアウトの判定が違うってこと？その通りなんだぜ。レイド側は敵コートでは、たとえストラグル後でも体の一部がコート外に出てしまえばアウトだが、アンティ側はストラグル後は体の一部でもコート内に残っていれば、ラインアウトにはならないんだぜ。そうだったのね。まあちょっと言葉だけだとわかりづらいから、今回は提供リアライズさんから参考動画をお借りしてきたぜ。提供リアライズさん、ありがとうございました。まずこの練習なんだが、アンティが5人の時を想定したレイドの実践練習だぜ。ここで相手のアンティがタックルに来るんだが、レーダーはこれをかわそうとするぜ。ここでレーダーがロビーより外側に出てしまったぜ。つまりラインアウトで、レイドが失敗してしまったのね。そしてアンティの選手が勢いを止められず、二人がコート外に出てしまうんだが、ここで注目してほしいのは、右側の選手はコート内に体の一部を残していないからラインアウトになって、左側の選手はコート内に体の一部を残しているからラインアウトにならないことなんだぜ。体をコート内に残しているかどうかで、結果が全く変わってしまうのね。その通りなんだぜ。じゃあ実際の試合でラインアウトした場合、どんな流れになるのか、今からそのパターンを教えるぜ。さあいつもの体育館にやってきたぜ。あれマリサ、私たちはコート内にいなくていいの？今回はラインアウトの説明だから、私たちはアウトになった選手として解説するぜ。まず状況なんだが、前回バックれた4人を連れてきたぜ。あいつらか。そして青チームは2人、黄色チームは1人アウトになっている状況から、青コートのレイドだぜ。わかったわ。でもマリサ、前回バックれた4人をどうやって連れてきたの？
来なかったら、映画版あなたの番ですのネタバレをしてやると言ったら来てくれこたぜ。の腐らげ動画。じゃあ早速青チームからのレイドだぜ。カモリー、カモリー、カモリー。あ、パチュリーがラインアウトしちゃったわ。ラインアウトした選手は即アウトとなって、失点具ブロックに行かなければいけないんだぜ。これで青チームは1点獲得できたから、アウトになっている選手がコート内に戻れるのね。いやレイム。得点が獲得できるのも、アウトになった選手が戻れるのも審判の笛が鳴ってからなんだぜ。どういうこと？ちょっとこの後の流れを説明するぜ。カモリー、カモリー、カモリー、カモリー。なるほど。審判の笛が鳴って初めて得点が確定するのね。その通りなんだぜ。でもそれじゃあレイドに失敗したらどうなるの？じゃあ今度はそこを説明するから、パチュリーがラインアウトしたところまで戻るぜ。カモリー、カモリー、カモリー。ここまではさっきと同じ流れね。ではこの後の流れを見てほしいんだぜ。両方に得点が入った？そう、まず青チームはラインアウトの分、黄色チームはアンティ成功の分で、両チームに得点が入るんだぜ。そしてこの場合は、両チームのアウトになった選手がコート内に戻るんだぜ。なるほど。よくわかったわ。じゃあ最後に今までの話をまとめるから、解説部屋に戻るぜ。さあレイム、カバディのラインアウトを実際に学んでみてどうだった？そうね、基本的にラインを越えてはいけないというルールは同じだったけど、ストラグル後でラインアウトの基準が変わるのは勉強になったわ。そう言ってもらえて嬉しいんだぜ。それじゃあ今回の話をまとめると、まずストラグル前は、レイダーもアンティもラインを越えたらラインアウトになること。ただし、あくまでコート外とはラインの外側だから、ライン上はセーフなんだぜ。そしてカバディ特有のルールとして、ストラグル後に広がるロビーでは、レイダーは越えたらアウト、アンティは越えても体の一部が残っていればアウトにならないんだぜ。そして最後に、実際の試合でラインアウトした場合、ラインアウトした選手はすぐにコート外に出るんだけど、得点や味方の選手がコート内に戻れるのは、あくまで審判の笛が鳴ってからなんだぜ。なるほどね。よくわかったわ。でもマリサ、なんで今回から急に動画のまとめを作り出したの？実はウプ主が知り合いに動画の感想を聞いたら、茶番が多すぎるから結論から知りたい人用に最後にまとめを作った方がいいと言われたんだぜ。まっとうな意見ね。もちろんウプ主は初心者だから、カバディ選手にとっては当たり前の話ばかりになってしまうんだけど、それでもカバディ未経験の人とかのために、少しでも参考になる動画をこれからも作っていくんだぜ。それじゃあ今回も締めるぜ。ご視聴ありがとうございました。